皆様こんにちは。 YouTube クラシック音楽道場をご覧いただきありがとうございます。今皆様の目の前にあります楽譜は、ロベルト・シューマン作曲のご存知、名曲トロイ・メライの楽譜をご用意してありまして、こちらの曲についてですね、楽曲の解説並びに弾き方のヒントっていう話にもなるかな。ただ一番メインとなりますのは和声解析かな。和声に関するお勉強の様子をですね、この和声っていうのは何かっていうと、音の持っている力、和声の持っている力というものをこちらこの、もう皆様の目の前でですね、この楽譜にこのシャーペンを使って書き出していって、その和声に関する勉強、皆様の演奏のお役に立てたらなと思い、頑張って動画を作ってみようと思います。もうたくさんの動画が当チャンネルすでに何十本もありますので、このような同じようなスタイルでやってるものですが、どうぞね、チャンネル登録の方、よろしければ、お忘れなくしてくださいませと最初に言っておこうかな。音を出していきましょう。もちろん皆さんご存知のこの有名な曲のこの美しい始まりのトロイメライの音楽ですね。だけどこの曲結構難しいのは拍感が一体何拍子で何拍目を弾いてるのかとか、これが実は今2段目までちょっと弾いてみましたけど、今最初からいろいろ大変な頻度のこと難しいことを言い始めたと思っておりますが、拍感ですね。拍感と和声感とその兼ね合いがこのトロイメライたるね、その謎に迫るというのかな。トロイメライっていう題名を日本語で夢っていうふうに言ってしまうことがあるかもしれませんが、果たして夢って言っちゃっていいのか。夢っていうのはこう字を消すとトラウム、このアウムラウトも消して、これが夢っていう言葉になるんです。でもこれは夢じゃなくてトロイメライ、これを日本語にどう訳すかは後でちょっとした小ネタがあるので、後ほどご紹介できればと思うのですが、早速書き込んでいきたいのはファラドファという F メジャーというね、コードネームは上に書いていきます。 F というコードネーム、ファの音が第1音となる、ヘ長調 F ドゥアの音楽であるということがはもう皆様依存がないと思います、ね、この1拍目にはファの音しかない。始まりのドの音は F ドゥアでいうところの第5音のアウフタクトっていう言い方ができるそうですが、この、ね、1拍目からここが小節線がありますのでね、それより1個飛び出してる音っていう、そういうのをアウフタクトというふうに言ってよいかな。アウフタクトの5の音っていうのは和声で言うとドミナントっていう種類の和声と言ってよいでしょうかね。1というのはトニカ、手話音という、この言葉はどうぞね覚えておいてください。でドミナントっていう和声の音っていうのはこの場合たった1個の5の音ですけど、この5の音はどこへ行きたいんだろう。どこへ行きたいかっていうと、このファの主音1の音に、が鳴ると落ち着いて、いよいよこの伴奏の和音たちが鳴ることでファラードという和音が鳴って、そうこれは F ドゥアの F メジャーの夢のような美しい気持ち、このなんと言ったらいいんでしょうね。そのアウフタクトから1の音手話音、こういった音楽性を感じながら、これが何回も出てくるというのがこの曲の特徴でもあるのですが、一番大事なね最初のこの
たったこれだけのことですが、ここにね、なんか胸打たれるんですよね、なんとも。でどんどん先進みましょう。難しいのは青二クトで1拍目。この曲何拍子か。もうこのスラーのねかかり方からして拍子感がすごく難しいと思いますが、勉強。書く場所あるかな。これはここに見えます通り C と書いてあるから4分の4拍子ということになりますね。なのでもう拍感書いていきましょう。丸1、1、2で3拍目までこのタイでかかっている8分音符の音まで、これが3拍目。これもちゃんとね一応数えておくと良いのかなと。で3拍目の裏からこの言うなればですけど、この次の小節に向かってのこう青二クトというふうに見えなくもないかなと、私は昨日予習をしながら考えてしまったんですけれど、青二クトね、この次の一拍目っていうのがねここになるんです。この登っている青二クトのこの音の途中に1拍目があって、2拍目に初めて次の和音が鳴るという、この拍感、皆さんご存知でしたでしょうか。考えたことあるでしょうか。さらに数え方をもうちょっと、定めると1、音と一緒にやりましょうか。1、2、3と4と1と2、この8分音符は1と2と3とって数えるとね、ここに書いちゃおうかな。この青二クトのスラーに沿ってと4と、あるいは青二クト、ね、ここが4拍目だっていうことをね、これは若い頃私こういうこと考えないで弾いてる時に全然違う拍感で感じていたり、拍感について考えてないとねよく分かんなくなっちゃう。でと4と5と6、7、8とか、こういうね 4+4 でね、ここで1って数えるのが鬱陶しかったら4と5と6、7、8、もうこうやって足し算して数えるってこともやっていいかもしれない。拍感について言ってしまいますと、次のこのスラーが両手にかかってますよね。これもちょっと分かりやすいように私は学説、このフレーズ感っていうのかな、この次の小節が一拍目が分かるように学説と言って線を書いてるつもりですが、それにまた飛び出して動きがあるという、3、3、4と4拍目っていうのが、これがもう次のフレーズの青二クトとなっているという、そういう数え方。ミレドファ、ここは一拍目ってねはっきりと数えることができるのですが、これが拍感に関する、具体的な説明となります。これに和声が乗った時にトロイメダイとしての魅力をご説明することができると、今ワクワクうまくいくかな、ワクワクドキドキなところですが、やってみましょう。青二クトで一拍目2、トニカを感じて青二クトから1、2、3で青二クトで次に行く。この2小節目に現れた2分音符の和音が綺麗ですよね。もう夢見心地、もう答え言ってしまった。素敵な気分がする。シレファっていうのは、もう書く場所あるかな。B フラットというコードネームで言えるかな。これは F ドゥアにおけるファソラシ、4番目の音が、根音となるヨドの和音、ドイツでいうとこれはサブドミナントといって長三和音のなので、大文字の S というふうに書いて、
このサブドミナントという淀の和音が、クラシック音楽道場では246和声解析法なんて名前をつけてみて、このサブドミナント系の音に向かってクレッシェンドのこういうマークを書いてあげることで、ここに和声的な盛り上がりを感じるという、このサブドミナント、この4、これちょろっとちっちゃくね書いてあるこの装飾音なんですけど、れっきとした、バス、これシューマンのずるい書き方かなって思ったりもするんですけれど、ちらっとねここに4の音、C の音を間にスッと入れることで、これが明らかにサブドミナントであるということが。ただな、こうちっちゃく書いてあるから、そんなドッカンとね大きな盛り上がりを重々しくは弾けない。それもまたこの夢見心地というトロイメライというそういう雰囲気を醸し出しているのかなと。このただですね、何が面白いかというと、はい、このサブドミナント大事な和音というのが2拍目にねこうあと小説の頭になんか音合ってるかな。で次の小説がドミナントになって、で最後にこうトニカに落ち着くという、今のはちょっとバッハ風に、和声だけ取り出してみたときに、そうすると普通1拍目にサブドミナントになるのが普通の、まさにね私の今左側にこちらにバッハ、音楽の父と呼ばれるヨハン・セバスチャン・バッハ先生もいらっしゃいますが、シューマンはそのバッハ先生を百も承知でいながら、この2拍目にずれるというサブドミナントが、このずれこそが夢見心地のこのトロイメライの音楽性を物語っていると言ってみるのはいかがでしょうか。拍をね数えること大事なんです。これが1拍目からずれ込んだ2拍目にサブドミナントがある、こんな素敵な作曲になってるって考えるのいかがでしょうか。もう何度も言っちゃいましたが、トラウムって言ったら夢で、トロイメライって言ったら夢見心地と私は訳してみたいかなと。ドイツ留学中にちょっと画面大きくしますね、恥ずかしいんですけれど、私の住んでいたワイマールっていう、ドイツのね片田舎のちっちゃな町なんですけど、そこはでも我々学生とあと老人の町、シニア層のね老人ホームがねいっぱいあって、そういう町だなんて言われる、人口6万人っていうちっちゃい町なんですけれど、ただそこに住んでいるご老人さんたちっていうのは非常に文化人と言われるような、ワイマールっていう町がドイツの文化にとっての非常にね重要な場所だそうで、ゲーテが住んでるっていう、それが象徴的な。というわけでそこに私はピアノの学生として演奏会やってると、いっぱいそういうシニアのお友達というかファンというかが増えて、その中の一人と時々ねお茶に誘われてドイツ語のいろいろドイツの文化のことを学んだりしたんですけど、その彼女に、聞いたことがあるんです。トラウムっていうのとトロイメライのこの違いは何ですかって言ったら、その女性がトラウムはトラウムよ、でトロイメライはトロイメライ、こんな感じって、以上それだけの話なんですけど、トラウムはトラウムっていうのは夢なので、トロイメライに対してその方がこんなトロイメライってニコニコしながらおっしゃった。もうちょっと画面戻そう。その雰囲気が私は忘れられなくて、じゃあどう訳せばいいかなと考えて行き着いたのが夢見心地っていう。だから夢って言っちゃうと寝てるわけです。寝ていて、なんかこう空を飛んでいるような夢とか、いやそうじゃなくて夢見心地のこの子供の情景と言われる、ね、キンダースツェーネ、その子供心に帰った時に夢見心地で白チュームって言ったりすることもあるなんてさっき、聞いたこともありますが、その夢見心地たるその音楽性は一
拍目でズドンと来ない1個ずれた2拍目のサブドミナントと。いかがでしょう。アウフタクト1、夢って言ってるようにも聞こえるようなアウフタクトで1、2、3、4で1拍目が大事で、で次の和声を考えていきましょう。でこの3小節目の1拍目となりますのが、これがですね、ファラドという見えるかな、 F メジャーのね冒頭と同じトニカのような手話音のような音に見えるのですが、ドイツ和声ではこれをトニカと言わないこだわりがあります。この下の音、ドの音が第5音とあることで、これ和声はドミナントと考える。だけどドミナントっていうとドミソシとか属七、この音がドミナントじゃないのと思われる。そこにこのドミソの音たちをドから数えた1,2,3,4番目の音と5番目の音を第 6番目の音ラとする。ドファラの和音というのはドミナントの4、6、ドミナント四六の和音として、特別な、ものに考えると、こういう考え方があります。このねアウフタクトから行った先はドミナント四六だから、四六の和音を大事にするという、一拍目なんだよっていうことがここでね、この時はこのずれた2拍目ずれたサブドミナントと違う1拍目のドミナント四六という安定感をもたらそうとしてるのか、でもスラー終わりっていう風にもなってるから、あんまりこれもズドンとも弾けない。だからカッコクレッシェンドぐらいに書いてみるのはどうかなと思いました。でドミナント四六っていうのがありながら、1拍目ですぐ次っていうのは、これはドミソシC セブンスないし最後に C レの音もあるから C ナイスっていう音も書いてもいいかもしれない。これは和声でいうところの属七と。で最後に9がちょっとある、もうカッコしようかな、ちっちゃいから。はい、ドミナントがあって、その次属句かな。そしてこの音たちは一瞬でちょっと入れ替わったりしますが、ファラドの F の音と、あとドミソの C の音、最終的にはドファラドの、F の音。まさに、どこに書けばいいかな。とにかくこれが手話音として落ち着いてんのか、このクレッシェンド気になりますよね。これは一拍目のここの部分に手話音っていうのがあるんだよ、ここが一拍目なんだよっていうことをちょっとね拍感としてシューマンがこのトニカを表しているのかなって、そんな風にも思えてくるちっちゃなクレッシェンド、拍感と和声感の融合っていうのかな。でここで今なんでこんなぐちゃぐちゃ書き出したかというと、これ1っていうのはじゃあ書いてみましょう。和音が鳴った時にトニカ、このトニカっていうのはトニカっていう和音があって、これ音階練習の後によく聞くカデンツってやつ、サブドミナントがあって、ドファラっていうドミナント四六があって、属七があってトニカに収まるという、本当にコテコテの TS ドミナント四六 DT という綺麗なカデンツの進行になっているという、実にね基本的な和声進行と言えるわけです。それがシューマンさんのこのアウフタクトや2拍目にずれたサブドミナント、ちょっと
アウフタクトで四六に入って2拍目に属七があって、で4拍目からちょっと飛び出したトニカドミ、これはもうトニカの仲間って言っていいんじゃないかな。だけど1拍目はここにあるんだよっていうトニカ。そして最終的にはドミソの C という音でね、5度の和音ドミナントで、はい、このフレーズが終わっています。スラーがスラーのおしまいっていうのは、ね、あとこの場合はしっかりとしたフレーズのおしまいというふうに見て取ることができるでしょう。ドミナントで終わっているフレーズ終わりというのは半終止というこういう言葉があって、どうにも中途半端などこへ行くんだろうという気持ちが左手にもあるかな。この音たちは、まずはこのスラ終わりのところに左手にも私は半周して書いてみようかな。はてなーの気持ち、なんでこんな気持ちがいいんだろう、夢見心地って何なんだろう、なんででしょう、それでいいのよという、まるでね低いお父さんの声で次の小節へのアウフタクトとしてバスの声が動いているように、このね周りの声部たちは半周止しながらもバスはアウフタクトで動いているという、こういう対位法的なっていう言い方をするらしいんですが、異なる声部で声部ごとに異なる動きで音楽が動いていく、こういうのを対位法的というふうに言っていいのかな。バスが動いた先はドレドシソラファ、ここは次に2段目ようやく言ったけど F ドゥアの1の音で落ち着いているので、ここでもうおしまいになってると言っていいのかな。また音楽が次動き始めますけど、なので今度はファーの第1音でトニカで終わっているフレーズは全終止という書き方が捉え方ができる。全終止というのはドレドシ、どこら辺からかな、ドシソラファとこう、ね、こちらにもねあえて全とこっちにも書いておくと、この落ち着いていく音楽性というものを書き出すことができたのかなと。いかがでしょうか。でそれに対して夢、またアウフタクトでねメロディーが動き始めて夢じゃんでスラーが終わってるから、ここはですねもうまるでここで夢じゃんとこの全終止の落ち着きというものが最初から実はあったのかなと。曲のね冒頭トニカって書きましたけど、ここに最初から全って書かずにトニカに落ち着くっていう、なんかこんな落ち着くデクレッシェンドを書いてみるのはどうかなと。落ち着き、これが和声の勉強です。フレーズ終わりの全終止か半終止かっていうのは、これは非常にこの曲の持つ文法としてですね文法としての音楽性をよく分かるためのに必要な言葉と思って私はとても重宝しています。ドミナントで終わるハテナの半終止とトニカへの落ち着き、こんな解説でいかがでしょう。アウフタクトからのトニカで落ち着き、3まで伸ばしたらアウフタクトで2拍目のサブドミナントが盛り上がって四六があってドミナントハテナがあってのトニカがあるの、どこ行くのかなの、そして両手か夢落ち着きアウフタクトから今度はなんか変わりましたね。
というわけで、はい、2段目に行きましょう。皆様ついてきていただけてるのかな？時間どれぐらいかな？こういう時に忘れずに、どうかね、面白いと思っていただけましたら、グッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。こういうね、カンペを生々しい、もう、アナログ人間で、先ほど思いついてこのカンペを作ってみました。しかもね、今度はこれもお見せしていいんだろうか。当チャンネルでは、実用和声解析と称してですね、実際の演奏に活かせる和声の勉強をご提示しようとしている次第です。和声をよく分かって演奏したという方々のピアノ勉強の参考となりましたら幸いですと。読んでるのが面白いですね。概要欄には和声並びにピアノレッスンっていうね、これを勉強したいという方はどうぞね、お問い合わせ、お声掛けくださいませ。音楽の勉強、マンツーマンでの勉強も、ウェルカム。本当に心より歓迎いたしております。この動画をここまで見てくださった方は、もう十二分にね、レッスンを受ける力があると思います。どうかね、恐れずに、お気軽に、お声掛けくださいませ。で、もうお気づきかもしれませんが、動画が長いものになると思われますので、長いものです。もうすでに概要欄のタイムスタンプをご利用くださいませ。そうするとご自分のお好き興味あるところ、ここどういう和声なんだろうってところに飛んで、何小節とかで見て飛んでいただけるようになっております。並びに分かりにくいことがありましたら、YouTube の巻き戻し機能を使ってどうぞ何度も繰り返し見てください。要するに、ドッペルドミナントって何のことって言った時に、何その時にトントンってこの左側をトントンってダブルタップとかすると5秒とか10秒とかこうやって巻き戻しで何度も聞いているうちにだんだん分かってくるかもしれません。以上がご案内かな。よろしくお願いします。またこれ出すかもしれない。時々ね、YouTube 的にはやった方がいいみたいです。2段目に行きましょう。なんで気持ちいいのだろう。それでいいのだ。夢。なんかみんないろんな違うセリフを当て上がったら面白いですよね。新しい和音。ここの和音は、ラドミソという。A7 という和音になって A7 はレファラという D マイナーという和音に解決していくっていうのは、これは本当によくありがちな和声進行だと思いますが、和声の話をしちゃおうかな。するとですね、これはもうね、この場合は昨日から考えてたんだけど、悲しげなね D マイナーというちょっと夢見心地気持ちのいい1段目と違っている、なんだかちょっと悲しげな D マイナーの響きというものは一つ転調って取っちゃっていいかな。だからもうこの瞬間にはレファラの音がトニカという新しい手話音になる D モール二単調に転調してるというふうにこうやって書き出して見ることができるかなと。転調っていうのはこの上にねこう書いて新しい調整、これは単調ですのでね、小文字のでちょんちょんと書いて丸すると転調となると、こういう書き方を私は徹底しておりますですね。なので単調への転調ラソファミファとちょっとトニカに落ち着いていくかなですね。デモールの属七からトニカに、落ち着いて全終止とは言えないですよね。ここまでフレーズがまだ先に動いているのでね。はい、この単調をどうぞね感じ取ることが大事ですよね。もう一個先から言いたかったのが、ここまで見てくださった皆様に、朗報の弾き方のヒント。もう
この曲もうもう10度の音程、これが本当に普通届かないですよね。9度届けばまあまあいい方。10度届く人ってピアノ弾いてる方でなかなかいらっしゃらないと思うけれど、すると特にここの弾き方、2小節目と、6小節目ですね。いいか、これは4ずつになってるから数えなくていいか。5小節でしょ。で次は9小節になるわけだ。ごめんなさい、今の独り言。2小節目。どの瞬間にこの装飾音届く、まず届かないでしょう。この装飾音の入れ方、綺麗なバスの入れ方とペダルの踏み方、もう皆様ご存知だと思いますが、ペダルってシューマン書いているのは、これはこの先も踏みっぱなしということではなくて、適宜忘れて踏み替えてねという、これをいちいちショパンのように細かくペダル、米印ペダルっていうのは書くことはシューマンはしたくなかった。できなかったというかしなかったというか。なので我々はどこでペダルを踏むかを考えると、最初は私は実はペダルは使わないことをお勧めします。ペダルについての説明にしちゃいましょう。もう指でたった単音の子供一人で、僕はここに一人でいてなぜか夢見心地について考えている僕、そしてこのファという音が2回繰り返される、こういうのを反復音と言われるわけですけど、これはこの音がね、この入れるタイミング間違えるとミドファ1、2、1拍目と2拍目の間が空きすぎちゃうというのもね、あんまりやりたくなくて、これは夢見心地の気持ちよくこの和音に行きたいので、ここで時間取りたくないんです。するとドファ1と弾いたその直後、ここをですね、もう簡単に説明しちゃいます。ここをまるで3連符のように、これは16分音符の3連って考えるといいかな。だから1とでの2、この、今のわかるかな、この3連符の終わり2つと考えて左手を入れてあげる。ドファファシファファ、今のでいいか、ドファシファファ、このタイミングで弾くと、それを狙っていることで、しかもドファシファ、どうなるかな、ドファドファシファ、よし、やっぱりファシ、このバスのシの音を踏んだ弾いている瞬間にペダルを踏み替えることで、だから長く伸ばしておいて、これもそのまま伸ばしていていいでしょう。次の2度で、ここからは割と和声ごとにペダルを踏んでいくっていうふうに今逃げちゃおうかな。いかがでしょう。この装飾音の弾き方を非常に厳密に考えるというのはクラシック音楽における大事なコツです。それをですね、一つこれは3連符のようにというふうに考えて、ドラって弾いたちょっとずれてね、ラのわかります？ラとドをつなげてない、この後にまるで3連符でこう弾いているように、この書き方も面白かったかな。見えますか？16分符の3連符であるかのような。まあこれはそういう参考までにということです。だからカッコしておこうかな。でドラドラドのドシャープの瞬間にペダルを踏むという、それはね、体感的に皆さんやってらっしゃると思いますが、タイミングについての説明でした。なので
2段目いきま、2段目いっちゃっていいですか。ほら、もう何の心配もなく、この、装飾君が弾けますよ。そしてちょっと単調の響きを感じて、で単調だったのがでもなんかちょっと明るくなったなと、俺これ不思議な音がするな。そしてこれでね、フレーズ終わり。先の和声のこといきましょう。ドミソの C メジャーで終わっている和音というわけで、このドミソという音を目指していることがわかります。この音実は7小節目の3拍目に、ここにソドミドミソという C メジャー現れています。じゃあこれがトニカかというとそうではなくて、これは先言っちゃいますけど、ツェードは波長調へと音楽は転調します。後で書くかな。後で書こう。波長調というのはでも、ヘ長調にとっての属調。5度上の調に転調するというのは、これはもうこちらにおわします。バッハしかり、もうクラシック音楽のもうまさに、鉄板の転調の仕方。王道の転調の仕方っていうのかな。もう決まり、全く、決まり通り。それでいいんです。そういうしれっとね、単調いったのかと思いきや、これもバッハもやることですが、これはね、私は今、どうしようかな。デーモールってことにちょっと単調にの落ち着きをを表現したかったので、単調と書いてみましたが。で、波長調への転調すると、ソの下にある音は第5音となって、第5音の上に乗っかってるこのトニカに見える音っていう、そういう考え方でもいいかな。これをソドミのドミナントの四六というふうに言っていいわけなんです。なのでこの3拍目にのドミナント四六というものを一つね感じ取って、これが感じ取るこのクレッシェンドマークまで書いて、それを書いてみていいのかなと思います。もう一個考えるべきことは、ここにそのデモルナトのこの音ファラドっていうのは F マイナーという単調の音にね、小文字で私コードネーム書くのも好きなんですけど、 F マイナー単調の響き。ただデーモールで考えるとレファラファラすると、このラフラットっていうのは F マイナーってすごく考えにくいんです。なのでもう F マイナーっていうのはもう次のドミセードゥアのヨドの和音の単調のサブドミナントという、なので小文字の S というふうに書いてみていいかなと。なのでもうここはデーモールではなくセードゥア、いいや、セードゥアでもというふうに考えていいかなと。すでにもう転調が始まっている。もう一個さらにもう一言言いますと、このレファラーの d マイナーの音っていうのは、セードゥアどの音から考えた時のイコール、このレファラの、デーモールのトニカはセードゥアでいうところのドレ2度の和音というふうになる。なのでもうすでにこのレファラーの音の最中でエンハーモニック転調している、そういう、考え方もできます。なので今なんでこれ消したかっていうと、もうこのレファラーを弾いている最中、もう書く場所ないな、もうこの最中でセードゥアにも転調してるんだろうよということをね、こうやってこうデモルなのかな。いやでももうやっぱり、いやなんか一瞬の悲しげな音はでも明るいセードゥアのやはり明るさを再びスッとね取り戻す夢見心地に、い
夢見心地の中にちょっと陰りが見えたような、でも単調サードビュードミナントもあるけれど、この白くの明るさっていうものをね、白くのセードゥアの明るさ、こうクレッシェンド今していきましたけれどね、これをもうちょっと大きくていいな、このサブドミナントもねあるので、ファラレそうよし見えたぞ、この2の音、サブドミナント白くてこれ全部大事なんです。なのでこれセードゥアイのエンハーモニック転調しながらもう本当にクレッシェンドしていくという、ね、まずはレファラーにちょっと悲しみを感じてデクレッシェンドして、その後レファラーの最中からすでに2度へ、セードゥアの2度への転調、サブドミナント、そして白くとね、この線の書き方ですけど、私のどの動画もこれ本当に厳密な長さとなんとなく方向性もこの場合真ん中に書いてますけど、こういった書き方もどうぞもしねよろしければお手持ちの楽譜に書き込んで勉強したいっていう方、すでに書き込んでくださっている方ね、どうぞこの書き方までよく気をつけて、書いてみてください。ここにも音楽的な書き方を心がけようと私は頑張って書き方を磨いてきているつもりでございます。いかがでしょうかね。2段目です。クレッシェンドして単調を目指す悲しげな、ちょっと小さくなるだけどエンハーモニック転調からの明るかさとちょっといろんなおしゃれな音がいろいろ引っかかっていますが、大雑把に今日は言わせていただくと G7 からね、G7 というのはセードゥアの属七ということになりますね。属七、ちょっといろんなおしゃれな音、ミーっていうね、逸音って言ったりするんですね。私ちゃんと逸音って上手に言えない、まだあまりちゃんと考えたことないんだけど、でもこれはね、ショパンみたいな音がしてるという、私にはサーティンスっていう言い方をしてみてもいいかなという、もう言っちゃったからね、 G13 というそういうショパン的な音って、もう字幕をどうぞねにこれ出るようにしますので、そこで、おしゃれな音だと思ってください。ここにはソシレファラ、途中で属句の音もしてるのかな。でもそれにいちいち今書かないでおこうかな。で G7 ドミナントの7からスラ終わりリタルダンドしながらこう落ち着いて全終止するという、はい、セードゥアへの転調が完了したんだなっていうふうに、考えることができるかな。その前のでもその前の和音も説明一応しちゃいましょう。さっとごめんなさいのこの変な音をちょっと非常に怪しげな音が一瞬しているんですが、ファラドミ F シャープから始まっているディミニッシュセブンス原七の和音と呼ばれたりするんですが、これはもうさっと言わせてください。 G7 へ行くためのこのファラドミはソシレとね解決するような動きに見えますよね。なのでドミナントの7へ解決するためのドミナントのためのドミナントということで、これをドイツではドッペルドミナントと DD とこう重ねて、しかも元々の和音はレファラドミっていう D7 ナインスだったところのレの根音を抜いたところ、根音省略したところ、このファラドミの F ディミニッシュセブンスが残る。なので根音省略ということで、ここにたすき掛けをしてね、7、9という音だったんだよという、落ちちゃった。これがドッペルドミナント根音省略7、9という音になります。日本風の和声で書くと
小文字の5と書いて下にドミナントで、なんだっけ乗っけてあげて5度調の5度で、こっちでしたっけ斜線の仕方、根言省略で日本式には9だけ書くとも7は書かないという、これがドッペルドミナント。一瞬でね、だから一瞬のことだから、私はこれなんか強調しようかどうかちょっと何とも書けないんですけれど、クレッシェンドマーク、この白くを大事にしたいんだな。どうしましょうか。なんとも言えない。これだけ書いておきましょう。デモールからの白くとドッペルドミナントと、そしてツェドゥアの音から繰り返すにしろ先行くにしろ、見えてるのかな、繰り返すにしろ先に行くにしろ、これは F ドゥア戻っているでしょうね。ドル、まあだからこの真ん中のねソプラノアルトテノールという声部は全収集しているように見えると言っていいかな。でこのスラーっぽく見えるかな。バスはお父さんのね、深いお父さんの声みたいな。だから戻りますというわけで、この全収集している間にもうここで F ドゥアへとね、元の主張へと戻っていくという、こういうふうに最初2段の和声解説が今全部できたかな。いかがでしょう。白くドッペルドミナントでリタルダンドしながらの全収支だけど、戻ります。1段目戻ってみましょう。でアフタクト1、2拍目のサブドミナント感じて、アフタクトから白くドミナントとトニカの1拍目のトニカを感じて、半周詞からまた戻る夢のトニカで、アフタクトからの A7 スは D マイナーと思いきやツェドゥアなんだよと。でリタルダンドして夢、ついにしばらく言いたいことがいろいろあります。というわけで2段目参りましょう。この先も楽しく聞いていただけてますか。今一度こういうチャンスの時にグッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたしますね、これで私も忘れずにちゃんと皆様に、ね、促せるというのかな。さあ、レソシレという G マイナーの音で全終止しているという、このフレーズの終わりで調整というものがね、決定づけるっていうのかな。それを決定づけるというか、それを前倒しに考え直していくというのが、私はよくやっている和声解析の手法なんです。これは G マイナーゲーモールト短調を目指していることになるでしょう。ドファーっていうのはドレドシソラファドファ、ここはね、もう前にドミナントっぽい音があると言っていいのかな。なので全終止していくという2段目の終わりは、ね、ここへ全終止で落ち着き F ドゥアですよね。同じです。ミファーラで、ここで面白いこと、すごく気をつけたいのが、このドファーラのこの音伸ばしながら伸ばしながら、この時シューマンはなんとここに休符を書いてるんです。これ私はすごい大事だと思ってます。一拍目でついにポカンと
なんて書けばいいんだっけ。いいや。給付が現れて、ここ一拍目なんですよね。だから一拍目に、この右手のドの音一つになる。だから私これを気をつけるあまりね、さっきうまくデクレッシェンドできない、まだうまくこれ演奏できてないんですけど、クレッシェンドしながらこの一拍目のこの孤独感というものを表現することに私はこだわりたいと思います。その前まではね、わかりますか？ここは孤独じゃないんです。このファラドの和音がある気持ちの良い中でのね、サブドミナント。ここもね、今の2小節目の話、給付ないですよね。内声の給付はあるけど、でも左手があるからここには給付は感じられないと思います。長いペダルでいいと思います。ここ6小節目も給付なしで、10小節目は給付あり。この突如現れるこの不安感というものが、もうここでですね、もうゲームモールへ転調することを我々は分かっているので、もうちょっと今日は先飛ばしでゲームモール、ここにあえて書きたくなった。このね、この瞬間はもうゲームモールと感じてみる。そうなんだな。どうすると言った先のドミミというこのミの音は1、2、3、4、5第6音というね、こういう音としてこのシューマンの書いたクレッシェンドマークとこのゲームモードの第6音っていうのは辻褄が合うというふうに言っていいのかな。もう単調なんですよ。この給付ですよね。なのでここはペダルをどうぞね使いましょう。使わないとこの右手とか演奏不可能なんです。ここでもう一度一言ペダルについてさっき言い忘れたことがあって、この最初の冒頭の和音の弾き方、やっぱ戻っちゃったカメラアングル、これについて一言あります。これが10度が届かないという人がペダルなしで弾いた時に、これドファっていうのとラドでこうやってアレンジして弾いていいよっていう意見もありますが、私はそう思いません。こう弾いちゃうと左手はファーという、どうやっても体として主音もうファだらけ、ファがすごくね意識されすぎちゃって、とても3つのファの音がとてもなんか現実味を帯びすぎている。これが届かないならペダル使いましょう。絶対使いましょう。使って届かなくていいんです。この5の音もう話しといていいんです。どうぞね、これはこの楽譜通り左手でラーの親指をちょっと感じてあげて、でそれを挟むように、これはまるでね4本のホルンで弾いているような音だっていう話も聞いたことありますが、私はぜひこの楽譜通りに弾くことを強く芸術性、この柔らかなこの伴奏の和音のためにペダルを使ってね、で私は届くんです。この音だけど、その先の音はこの辺りはね、さすがにこう次のレガートのことも考えて、これを伸ばして届かせておくことっていうのは、5の指使うっていうのは使いたくないんです。もうここら辺で指をね離さざるを得ない、離さざるを得ないんです。まるでドゥビュッシーを弾いてるみたいです。長いペダル、シューマンがドゥビュッシーのようなんてね、なんかつながるのかな、ちょっとわかんないけど、これがペダルに関する、あとペダルとこの弾き方に関する重要なね、だから私ここはあえてさあ3段目の9小節から10小節にかけての話ですが、ここはついに戻ってこうね、指を押さえておいて、でもこの瞬間
手もペダルもちゃんと離して、でここに反復音ミーミーっていう音があるので、和音としてはすごい変な音がしてます。ドミソシマイナーセブンスという音とレファラドミもう入れちゃいましょうか。後で言いたいことあるんだけど、それは後として、レファラドミ D7 ナイスという別々の和音になっています。なのでペダルについてミファラ、この瞬間手を絶対離す。そしてペダルも離すと、このあえてね、これをちゃんと音の長さを気をつけたいために、私は音歌休符なんていう言い方で勉強していますが、伸ばしておいた音とペダルを離すことを完璧に一緒に気をつけることで、右手の孤独感というものを、そしてゲーモールト短調へのちょっと怪しげな不安な怖い悲しげな表情へとね、作っていく、こだわります。こうすることでピアノ演奏芸術というふうになっていくのではと私は願っておりますが、はい。で話す。で C メジャーC マイナーセブンスでペダルを踏んで、で次は和音が変わるからもう一回踏み替える、ペダルと。でどこまで踏むかはちょっとわからないから、今軽くこう書いておこうかな。ここでレのタイの音と同時にソシレという音にこう落ち着いていくように、特に左手がこう見えるのでちっちゃく書いたけど、全終止レドシレソ、ここに悲しげな G マイナーをねのとにかく小文字なので、単調なので小文字で T と書きます。これをね漢字取りましょう。非常にね狭い。ここですごく大事なことを言いたいです。こちらの使ってる楽譜は、私の持ってる楽譜もすでに出版されている、今買える楽譜はぐちゃぐちゃだったので、こちらは1839年の初版というものを使っています。この古い字体、古いかどうかわかんないけど、これはシューマン自身がもう目の前でね、出版目の前でシューマン自身も手にした自分の楽譜、すごいですね。それがインターネットでも簡単に手に入るので、著作権の心配ももうありません。もう200年近く前のものだから。なのでそれを見て私はびっくりした。このスラね、今の楽譜ってレドシレソ、ここからスラ頭のようになってるんですが、こうなってないんです。なぜか理由があります。なぜならここはこのレとミの音ってひどくぶつかってるの分かります？これはレとミという音が単9度って言っていいかな。この音がレとレの長く行った先で落ち着く、このぶつかる不協和音というのを、私は黄色のこの、フリクションのペン、こすると消える蛍光ペン、メイドインジャパン、外国にはないそうですが、間違った時に消せるのでね、この黄色いマーカーをついに私は使うんですが、このレとミのぶつかりの音、これを不協和音の魅力的な不協和音としてキランと感じて、これをイ音と言います。イ音として考えて、レとミのぶつかりが、これがレにこう減衰しながら、見えます？これデクレッシェンドマークにしてる。黄色で見えにくいかもしれないけど、なんとなくそうかなっていう気持ちでいてくださるといいかな。これは
イオンというふうに考えて、この後ろの音へもう今日は見えやすいように書いちゃおう。イオンを上手に弾くコツは、この音をよく不協和音大事に感じて、この音をレガートで減衰しながら収めていくという。レガートで、なので難しいことを言いますが、これはですね、5の指で必ず弾いて、もう書けなくなっちゃった。5の指からレガートということは、そのまま隣の指を使う。5、5って弾いちゃうと、これはレガートの減衰という、レガートということにならなくなってしまう。イオンの弾き方は、5まで、今一瞬のことですけど、これイオンの減衰、レガート減衰を感じる。するとね、現代の楽譜で書いてあるようなスラーの始まりではない、このイオンの減衰、いかがですか？現代の楽譜では忘れてしまった。今現代のピアノ演奏において多くの忘れられている奥義と私は言いたい。師匠から習ってきたんです。知る人ぞ知る音の処理の仕方。これを1839年の初版の楽譜に、私はこれプリントアウトしてびっくりした。スラーがここすごく微妙な、よくわからないスラーになってる。こっから始まってるような始まってない、少なくともこの音はイオン減衰なんです。同じことを先に言ってしまうけど、これ発見した私、昨日本当にね、本当びっくりした。この次もですね、だから、共同イオン減衰になってから、ここも見えますか？ラと C でぶつかってるんです。これはイオンで C はラに減衰するんだよという、この音楽性なので、これは5の指からイオンで、おまけに言いますけど、難しいかもしれないけど、でもこれですね、ペダル使ってうまく弾けなかったら、でももう大サービス言っちゃいます。545って、4から5へのレガートって演奏可能なんです。これなので545、ここでこうね、4の指から4の指の下を5の指がくぐって545、難しいと思います。この指使いちょっと練習しないと。でもこの微妙な5、4のね、音楽性、イオンの減衰、これがね、胸キュンの音がするはずなんです。いかがですか？昔の200年前の楽譜が。声が今ちょっとね、ほんと興奮気味かもしれない。ほんとびっくりしました。いかがでしょう？だからこれは14小節だな。で、そっか。14小節と10小節の2箇所の、びっくり。ため息ついちゃう。いかがですよ？すごく面白く思っていただけましたら、どうぞね、お忘れなくグッドボタン、高評価とチャンネル登録およびメンバーシップっていうのもあります。メンバーシップ登録をしていただけると、私の隠れたね、動画やね、練習して引っ込めちゃった動画とか、たくさんいろいろお隠れ動画もありますので、ね、どうぞメンバー登録の方もご検討くださいませ。大変だ。和声の勉強しましょう。F ドゥアの響き、夢の全集詞から孤独感からのイオンの減衰とゲーモールを感じて、ここで気になるのはこの音とこの3拍目と1拍目の音、これ
は11小節目の3拍目の音がレソシソシレという G マイナー、レシソ G マイナー、全部 G マイナートニカに見えて、下にあるのは第5音。もうわかりますね、何が言いたいか。これはドミナント四六の和音。ドミナント四六をシューマン結構使ってるんです、この拍頭に。拍頭っていうかな、3拍目っていうのも一応中になるのかな。中ぐらいに強いという意味で、ね、強拍である1拍目、中の大事さがある3拍目に四六四六。だから難しいな。ちっちゃいクレッシェンド書こうかな。ちょっとちっちゃいクレッシェンド書いてみようかな。このドミナント四六っていうものを使ってるということに気をつけてみましょう。でその前がファラドミという和音になりますね。F シャープディミニッシュセブンスというこの音は和声で言うとね、普通にもうね書く場所がないので、でも書いちゃう。ドミナントの根音省略7、9という、これ普通にドミナントです。はい、ゲーモールの。ただそうだな、面白いな。このスラももう見えなくなっちゃったけど、このミレソソミレソドシレソラ、この内声の動きがあるんだ。このミの音がゲーモールのソラシドレミ大6音というわけで、このミレソ、この音ねちょっと感じ取ってあげて、内声の動き、ミレソシドの音がソラシド第4音なんです。このスラ頭にね6の音と4のドシレソラの音は第2音。いかがでしょう。これ今私昨日の予習でこれ考えてなかった。246の音がね642の順番ですけど、次々に内声に現れて、ちょっとずつこの246和声解析法はよくほんとこうやってこの音の大事さ、音楽性というものにぴったり一致する。きっと作曲家がこの音をね、この246のサブドミナント系の音を使うことで、ここに抑揚、盛り上がりというものをうまく配置したんです。いかがでしょう。高い6の音からの減衰して、で第6音や4音や2音を使う。はい。という風になって、最終的には全終止して四分音符で、ここでパッと今度はバスだけの音になるのかな。ゲーモールの響きですね。最後にもう一つ言いたいこと。シューマン結構こういうことよくするんですけど、このラの音をタイで伸ばしている。その先でラとシと、ここでねすごくぶつかるの分かります？ラの音を伸ばして、これこの伸ばした先でぶつかって普通の3度に落ち着くこと、これをイオンの仲間の係留音と言います。内声でこうやって半音の係留音って他のシューマンの曲弾きながら結構ありました。これをね、この胸の内にある小さなね夢見心地の中にあるシューマンの心にある闇、傷、痛み。シューマンの人生を我々知ってますよね。
子供心にすでに傷を抱えていた。まあみんな我々みんなそうですよね。子供の頃いつもハッピーだったわけじゃない。絶対泣いたことのない人間なんているんでしょうか。わかんない。普通そうじゃない人はごめんなさいだけど、でもほとんどの 99% 以上の人は泣くでしょう。人間泣いて生まれるわけです。心の、それは生まれた時の話じゃなくて、何かしらのそれを感じ取りましょう。いかがでしょう。このトロイメライの曲の中のこのね、今3段目にようやく入りました。単調のね、シューマンの繊細な心の闇、痛み、感じ取りましょうね。孤独な中のイオンの解決から悲しい音とどんでこの心の引っかかりと思いきやねえ、ここで給付になるわけなんだな。ちょっと先進みましょう。必ず終わりにさせなきゃ。もうでもね、終わりが見えてきてる。ここはね、悲しいその音から一転してシレファーという堂々たる B フラットメジャーというね、英語で言うと B、ごめんなさい、ちょっと書き直そう。ですね、このシレファーが現れるのはこの辺りか。ここが B フラットメジャーという、音で、ドイツで言うとこのファーシー、このスラ頭からベードゥアーというね、シフラットの音がシレファー、この音が主音となる音。ドイツで言うとシフラットはベーなんです。で、英語で言うと B フラットになる。このコードネームを英語で言う言い方とドイツ語で言う調整の言い方、こういうのもね、ちゃんとこう綺麗に考え分けておくと結構便利なのでね。堂々たるって私思わず言っちゃったけど、ファースイ大きい音出したくないけど、今日はこの音はマニアックな曲なんですけど、ベートーベンのハンマークラビアソナタというベートーベン32曲ある全ピアノソナタのうちの第29番、一般的にはほとんど知られていないですが、40分以上かかるベートーベンの32曲のうちの最も長大な一番大きなソナタがベードゥア。ベーっていうのはベートーベンのベーというね、頭文字のベーから取ってんのかなって私はよく思うんですけど、堂々たる40分かかる巨大な音楽。その中にはね、もう悲劇ありの力ありの、それは大変な音楽。そんな大ごとに私はしたくないんですが、この昇進のね、ゲーモールの後のちょっとした堂々たる気持ちというものが一瞬見えるのかな。子供ながらに。うねなんとも傷。でもそんなメソメソもしてられないんだ僕はと。僕にはこの先堂々としながらもこの先のファラレレファラという D マイナーになっちゃうか。なんかもうコロコロ移り変わる気持ち、いいんです。人間です。子供です。それでいいんです。いかがでしょうか。デモールで転調しちゃった。で、同じくね、これはね、もう絶対ペダルを踏んでて、この左手の音もしっかり押さえながら、右手はもう押さえきれないのでね、もう途中で離しちゃっていいです。でもこれを左手は伸ばしておいて、ぴったりこの14小節頭の1拍目でパッと音をなくして、そうしたら
もうこの孤独を感じながら、ベードゥアーだったのが、あえて書こうかな。ベードゥアーだったのが、この瞬間にこそ、デーモールへと。堂々とした気持ちは、デーモールっていうのは、大工。ファミレラ、ファミレラ、フュフュ大工っていうのは、二単調デーモールの交響曲って言われたりするんですけれど、ね、もちろん今ね歓喜の歌は歌いたくないので、有名な4楽章のね雰囲気壊れちゃうのであっちじゃなくて1楽章はねデーモール、ちょっと悲劇的な悲劇というのかな、なんかこういったね、今のはテンペストっていうベートーベンのソナタですけど、なんかベートーベンの話いっぱい出てきちゃった。だけどシューマンですからね、ベートーベンはもちろん彼らのヒーローなので、もう大先輩ベートーベンのそういった音楽性というものはロマン派と言われる、ロマン派となるシューマンの中にまだまだ息づいている。それがシューマンワールドに反映されているというのも、これもクラシック音楽の脈々たる流れと、その芸術性を解き明かすのに大事な勉強と言えるのではないでしょうか。どんどん続けば何を喋るかわからない私は。すごく大事なことを今言った気がする。デーモルの C の音が第6音としてね。でもここはクレッシェンドないんですよね。面白い。13小節は堂々としてるようで、でもクレッシェンドしない。案外ここが堂々としてるからそれ以上盛り上がらないっていうことなのかもしれない。だからこうクレッシェンドあえて変えてなしなのかもしれない。こっちはねありなんです。初めての転調なのでね、テーマからのこういう差も考えてみるのはどうでしょう。でイオンの解決ですね。はい、なのでやってみましょうか。9小節目の転調、イオン解決からの、ごめんなさい、四六とそれと246とが引っかかった音と、ベードゥア青二クトから孤独で痛いイオンの解決と、でも同じくでもスラーの形が微妙に違う。白くと同じように書こうかな。白くってあんまり書かなくてよかったのかもしれない。でもここね第6音シラー、でもここら辺もこのスラーが微妙に違うから、ここはソの音を強く書けない。なのでやっぱり白頭の白くをちょっと感じようかな。でスラーが終わるからデーモールの全終詞というふうに考えていいかな。これおしまいという、こんなもんでいいかな。編成してねで白くとおしまいと思いきやの、これもねもうシューマンずるいんです。うまいんです。こういうちょいって装飾音みたいに書くことで夢というね。でも正確には本来はおしまい、ここに全終詞っていう例によって再現部って言ったって構わないの。ちょっと短い曲だから今あんま書きたくないんだけれど、戻ってくるわけですね。あとは大体同じです。そうね、こ
このソプラノのメロディーのソファの中にちょっと夢を忍ばせるというシューマンの天才ですよ。こんなこと思いつくの。やっぱシューマンちょっと常人離れした天才、常識的な作曲家の常識だから、当時のメンデルスゾーンやショパンっていうのはシューマンのことをね、どっかしらちょっと笑っていたそうです。ちょっとね、作曲君すごいなんか特殊だよねっていう目でね、そう思っていた。もちろん尊敬しつつ、ショパンは尊敬してたかどうかわかんないな。ちょっとそこがごめんなさい。メンデルスゾーンとシューマンは仲良しのはずなのでね。ショパンに対してはシューマンが結構一方的に片思いかな。ショパンはな、どっかしらちょっとツンケンなところがあるから。その話はいいにして、でもこういう楽譜の書き方、ショパンは、でもメンデルスゾーンでもできない、シューマンならではの天才性という。ね、君ちょっと変わってるねはね、彼ら、エリートのね、作曲家。エリートって言っていいのかな。シューマンはエリートじゃないんです。遅いんです、スタートが。奥さんのクララはエリートなんです。ブラームスもエリートなんです。作曲家というかクラシックの音楽家としての幼少からね、英才教育受けていたかどうかという、そういう話はその人間の人生に大きく左右します。シューマンさんはそうじゃないです。もちろん音楽には触れていたけど、20歳を過ぎてから本職のピアニストは無理だから、作曲はせめてやりたいっていう、そういう遅咲きの、これがシューマンさんです。これ以上話さないようにしよう。もういくらでも喋っちゃうから。で、悲しげなふらふらしてる。だけど、おしまい。このちょっとここにね、デーモールのシの音がもうかっけないな。第6音かな、見えますか。ほんのちょっとクレッシェンドしようかな。でもイコール、これはデーモールの第6音イコール F ドゥアの第4音でもあるという、この一つの C の音を使ってちょっと転調の兆しを見せて、ちょっとした盛り上がりと、なんかこういう風に音を使ったんですね、シューマンは。で C の音が伸びてる先でドと、これは半音じゃなくて超2度、全音でぶつかるにしても2度なので、やっぱりね、こういう体を使ってぶつける、これを最後もね使ってるんですね。こんな感じでいかがでしょう。こっちもやってみたいな。ゲーモルのぶつかりを感じて、ちょっと堂々たるベドゥアの音が孤独からのデーモル単調。ごめんなさい。6の音ふらふら降りてきながらのおしまいのようで、ちょっと戻りながら、ごめんなさい、ちょっと興奮してちゃんと弾けてない。お聞き苦しいミスタッチをお許しください。ドミナントとトニカを感じて、半周詞からのトニカ、もうこれで最後ですね。青二クからの今度は有名なね、この和音ですね。ひどいな。ポロポロミスタッチして喋りながら弾いて、これはもう最終的にはファーソファレドでももちろん F ドゥアので終わっていく音楽です。なので、ね、F メジャードの音が下にある第5音で F メジャーっていうことは、ここはソファレド、いきなり今は23小節目の1拍目の話をしていますが、これはドミナント白くとなります。
白くと書いているつもりです。青二くとで白くとね。これ最後はちょっとこう青二くとクレッシェンド気味にしてもいい気がしますが、いかがでしょう。何が言いたいかというと、これはもう F ドゥアのままなんです。F ドゥアのままでこのソシレファ、もう一個言い忘れた。ソシレファラーっていうのは G7 ナインスという音なんですが、私ここに書くスペースがあるぐらい見えます。スラーがね、このソじゃなくてソにかかってないんです。このさっき言ったイオンのこと。要するにこれはまた例によってソとラーがぶつかっている。これはイオンであると。だからラーはソにね減衰する。5、4の指を使って5、4をできるんです。これはもう5からの4でまた5使うの。これさっきから私も失敗してるんだけれど、いやもうね、この200年前の楽譜ほんとすごい。イオン減衰、この奥義が大事なんです。200年前の伝統が目の前にそうするようにシューマンが気をつけてスラーをこだわって書いた。200年の時を得て我々の手でこれを復活させましょう。この5、イオンは減衰して、その後なんとなく音楽が進む。この動画を見てくださった方々ね、どうかこれを一緒にね、21世紀2023年に撮影中です。今後ともねこの動画が長く残っておりますように。で、何が言いたいか、イオンだから私はこれはねナインスって書くのをやめたいってさっきから言いたくて忘れてたんだ。ナインスって言っちゃったらもうどこ行ってもいいんだけど、これは G7 スね、ソーシレファの音のイオンだからナインスって言わないでイオンの減衰だよっていう、そういうこだわりを持ってここも D7 ナインスって書いちゃったけど、これはナインスではなくて D7 スに対するレファラドの音のイオン解決だよという、G7 スのイオンの解決から白くになるという、そういう音楽性なんだよというふうに考えるのはいかがでしょう。そうです。これはさっきもね、どこだったっけね、3小節目にあるのと同じパターンで C7 というセブンスで、ナインスがこの場合はね、ソラシレドミソシレドミナインスの音がある。でもこれはどこね、別にイオンで解決とかじゃないので、こういう時はナインスって私書いていいと思うんですけど。というわけでドミナントの7、9、このスラーですね、これはドミナントのハテナの気持ちを感じながらすると、今度はここは間の音も書かないですけど、ソシレの G マイナーという単調をね、この単調を感じ取りましょう。悲しげな音がしているという単調の音とドミナントトニカになるよという。というおしまいが思ってたよりあれっていう間に夢見心地はトロイメライが終わってしまって、今あれと思ってますが、イオンの話でドッペルドミナント忘れた。すいません。この音はG7 スはですね、これは
終わった気になっちゃった。お恥ずかしい。もう一回。はい。G7 ナイスはソシレファラってのはソシレファドミソス。G7 スは C を目指します。C を目指す。このドミナントを目指す。あれ、間にこれなんであるの？その話はさておき。ドミナントを目指すためのドミナントというわけで、これはドッペルドミナントの根音があるソシレファーで、ラはね、我々は今日は9って書かないことにしたから、ドッペルドミナントの7って書く。すると、なので、ドッペルドミナントっていうのは、ファから数えた時の第2音だったり、見えてるのかなこれ。最後に第2音だったり、第4音の高いのだったり、ソシレファ、レもあるか。レも第6音がある。とにかく246だらけなんです。こういう音たち、もういちいち書けないな。だからドッペルドミナントっていうのはちょっとね、こういうクレッシェンドマーク書いて、レファラーチね、割と大事に弾いてあげていいのかもしんない。でもあえて逆にキュッと引っ込めるのも綺麗ですよね。ドッペルドミナント大事だからこそ引っ込める。どっちでもいいです。それは趣味だと思います。フランスの人は引っ込めたがるかな。ドイツの人は割とちゃんと、真面目にって言っちゃった。フランスは不真面目なのかな。ある意味そうか。なんちゃって文化の話です。これは差別じゃなくてね。わかりますか今の話。というわけでドッペルドミナントです。で、じゃあ間に F があるじゃん。ドミナント四六があるじゃん。これですよ。ドッペルドミナントっていうのはドミナント四六を経由してドミナント7に行くという。ちゃんとドッペルドミナントはドミナントへ行ってるんです。ドミナント四六っていう言い方。もしこのドファ、このソロド、これをトニカっていうふうに考えちゃったら、ね、ファラドの音がしてるから、するとドッペルドミナントからトニカへ行くって、これ気持ち悪くないですか？ドッペルドミナントがね、これはちゃんとドミナントへ行ってほしい音なんです。するとこのドミナント四六というふうにこだわるこのドイツの和声は非常に合理的な説明、合理的な音楽性にのっとってるというふうに言ってよいですか？ドッペルドミナントはトニカではなくてちょっとドミナントの四六を経由してから、ドミナントトニカっていうふうに落ち着くと、ちょっと間にねこの悲しげな G マイナーが入りますけれど、というわけでこのドファラーの音 F メジャーの音ですけど、トニカではなくドミナント四六としてこだわるというのは、そういうドイツ和声はドッペルドミナントとこのセットで現れた時に、これぞ D 四六とトニカではないという説明を私はもう一生懸命したくなっちゃうんです。ハーフタクトで1ドッペルドミナントフェルマータしながら四六を経由してドミナントとどんどん夢見心地はゆっくりしながらおしまいになるんですね。もう言い忘れたことないか。さっきの私は編集